皆さんごきげんよう、上川薫です。アメリカによるウクライナ支援がようやく再開されました。以前の動画でアメリカの下院議会において予算を含む法案が可決されたことをお伝えしましたが、その後上院でも可決、そしてバイデン大統領が署名して予算が実際に使えるようになりました。バイデン大統領は早速ウクライナ支援の具体策を表明しています。今回のウクライナ支援、その具体策として注目されているのは、これまで正式には供与されてこなかったハイマース用の長射程ミサイルがようやく支援リストに入ってきました。ATACMS ミサイルがどのようなものであるか、そしてそれがどのような影響をもたらすかについて合わせて解説を行っていきましょう。それではアメリカによる軍事支援の再開、どのようなものが送られるか早速見てみましょう。アメリカによるウクライナへの軍事支援第56弾。今回の支援規模は約10億ドル、日本円で1550億円相当になります。まず最初に注目されているのがハイマース用の弾薬で、射程 300km の ATACMS ミサイルがウクライナに供与されます。その他、対空ミサイルがかなり底をついていることから、各種対空ミサイルを供与します。そして、前線での砲弾不足も深刻ですから、各種砲弾が供与され、また前線を支えるためにも、ブラッドレー歩兵戦闘車の追加供与が行われます。その他、各種兵器や弾薬類などが補給されます。今回の支援は予算が決まったから行われるわけですが、バイデン大統領自身は別にウクライナ支援をやめようと思っていたわけではありません。あくまでも共和党が予算を阻止してきたからこそ渡せるものも渡せなかったという状況が続いてきました。そのため今回の支援リストにあるものについては、ウクライナの隣国ポーランドやドイツといったウクライナになるべく近いところにすでにある程度物が配備されていて、ウクライナへの引き渡しは迅速に行われるということです。もちろん瞬間移動はできませんから、この後実際に輸送し、ウクライナ側での受け入れ、そこからさらに前線へと補給されていくので、時間はかかりますが、少なくとも全く補給される目処が立たなかった状況からは大きく物事が改善されます。そして、ウクライナへの供与が決まった ATACMS ミサイル、射程300キロ。これがどれだけの範囲に対する攻撃を行えるかについての地図はこちら。現在のロシア軍に占領されている東部南部クリミア半島、それら全てが ATACMS ミサイルの射程範囲内に入ります。前線から見てクリミア大橋までは250キロ。また、黒海艦隊の母港であるセバストポリも250キロと日常的な攻撃範囲に入ってきます。これまで長射程の兵器といえば、巡航ミサイルストームシャドウが用いられてきました。イギリスやフランスが供与してきたものです。射程距離だけを見れば、ストームシャドウも ATACMS ミサイルも同じ射程300キロですが、使い方が違うことによって、用途をある程度分けることができます。なぜならば、巡航ミサイルストームシャドウは戦闘機から撃ち放つものですから、たとえ300キロ先まで届くからといって、戦闘機が前線近くまで出ていけば、ロシア軍による対空ミサイルで撃墜される危険性があります。一方で ATACMS ミサイルであれば、ハイマースを使って地上から打ち上げるものですから、ハイマースが撃つ瞬間だけ前線に出ればよくて、しかも味方の領域内から撃ち放つことができるので、戦闘機で撃ち放つストームシャドウよりもより安全に前線近くまで出ることができます。そして ATACMS ミサイルとストームシャドウ、同じ射程範囲内なわけですから、この2つを使い分けることによって双方の負担も下げることができます。供与される ATACMS ミサイルについては、射程165キロのクラスター弾頭タイプと射程300キロのクラスター弾頭タイプ、もしくは単一弾頭タイプのものに分かれていきます。それぞれの種類がどれだけの弾数を供与されるかについては公開されてはいませんが、少なくともアメリカにおいてはクラスター弾頭については廃棄する予定ですので、それらを全てウクライナに供与するだろうと言われています。クラスター弾タイプというのは、弾頭内に小さな小爆弾がたくさん入っていて、広範囲に対する攻撃を行うことができます。ですから、東部戦線、南部戦線、クリミア半島にあるロシア軍のヘリ部隊の駐屯地であるとか空軍基地、そして対空兵器群などがある陣地などに対する攻撃としては、クラスター弾頭弾を使うのではないかと見られています。一方において単一弾頭弾の場合だと、施設破壊などに適していることから、クリミア大橋や強固な陣地に対する攻撃などに使用するのが適切でしょう。こうした選択肢を得ることがまさにウクライナ軍にとっては力強い支援となります。
しかし一方において、なぜこれまでアメリカはウクライナに対してATACMSミサイルを供与せず、そして今になって供与することにしたかについては、ちょっと不思議な報道があります。バイデン大統領がATACMSミサイルの供与に踏み切ったその決断の理由として挙げられていた話は、ロシアが北朝鮮からの弾道ミサイルを輸入し、これを戦場で使ったことが決め手になったと言われているのです。ロシアはソ連時代からの流れで長射程のミサイルなどはたくさん持っています。例えば大陸間弾道弾などはまさにソ連が大量に保有していた長射程ミサイルの代表格なわけで、地球の裏側にだってミサイルを撃ち放つことができるわけです。しかし、そのようなソ連の残影を引きずっているロシアが北朝鮮からも弾道ミサイルを輸入しなければならないほど困っている。しかし、そのように助けを得ているのであれば、もはやアメリカも遠慮することはないという考え方をしたのでしょう。なぜならば北朝鮮は国連の場において制裁対象となりましたが、その制裁を決めた場面においては、ロシアや中国ですらこれに賛成したからこそ国連での制裁が実施されているわけです。ところが、その国連常任理事国がまさに北朝鮮から武器弾薬類などを補給し、それをウクライナの戦場で使っているのですから、ロシアの無法ぶりが非常に目立つというわけです。まあ何にしてもロシアがそのようにして他の国、しかも北朝鮮のような小国に頼らなければならないほど武器弾薬類などを欲しがっていたというのは、ウクライナ側にアメリカからの支援が途絶えて今がまさに攻め時だと考えていたその証拠だとも言えるでしょう。ちなみに今回ATACMSミサイルがウクライナに供与されるにあたって同じように長射程の兵器を供与しないのかと声が上がっているのがドイツです。ドイツの保有している巡航ミサイルタウルスはクリミア大橋のような構造物を破壊するのに向いている長射程の兵器です。アメリカからウクライナへとATACMSミサイルが渡るようですよという話を聞かれて、ショルツ首相は改めてそれでもなおドイツはウクライナに巡航ミサイルタウルスは供与しないと表明しています。なぜそこまで堅くななのかちょっとわからないわけですが、その代わりショルツ首相はウクライナに対する防空兵器の供与に前向きで、ドイツはドイツなりにウクライナ支援の役目を果たしたという言い訳を行っています。ドイツは防空兵器であるパトリオットミサイルシステムの追加供与を発表しており、これは他のどの国も追加供与を発表していないものです。パトリオットミサイルはウクライナが保有している各種対空兵器よりも性能は高く、弾道ミサイルを迎撃するにはこのパトリオットミサイルが非常に重要な役目を果たしています。またここ最近ではソ連時代に開発された対空ミサイル S200 を使って300キロ離れたところで飛んでいた戦略爆撃機を撃墜したといったことはあったのですが、 S200 はすでに現在製造はされていませんから、パトリオットミサイルの対空ミサイルの方が現実的にはこれから標準的な防空兵器として使っていくのが良いでしょう。そうした意味ではドイツがパトリオットを供与し、その弾薬補充をしてくれるというのであれば、それはそれでありかなとはちょっと思います。そしてアメリカによる軍事支援の再開がようやく実行段階へと入ってきたわけですが、じゃあだからといってこれにて一気に反転攻勢というわけにはいきません。これまでも何度となくお伝えしてきましたが、前線で起こっている砲弾不足は深刻で、アメリカの軍事支援が再開されることによってまずは砲弾不足の解消といったものがまず第一であり、潤沢な状態になるまでにはまだ時間がかかります。チェコが手配した世界市場からの砲弾の調達についても、実際に物が渡り始めるのは5月の下旬あたりからになるだろうと言われていますし、本格的な量が入ってくるのは6月になってからだとされています。ですから今回アメリカが砲弾の補給を開始して5月を乗り切り、そして6月になってようやく砲撃戦においては以前の状態へと戻るぐらいまで回復することとなり、そのあたりでロシア軍の進撃にようやくストップをかけることができるようになるでしょう。このような支援再開と戦場における状況の回復には時間差が発生し、それがまさにこの4月5月の懸念点となります。ヨーロッパ各国がウクライナ支援を行いますよ、そして物が届き始めますよというのもすでに何度となく報道されていますし、同様にして今回のアメリカの軍事支援再開についてもロシアは非常に強い言葉で非難を行っています。だからこそ支援の物が前線に行き渡るまでのその隙間であるこの4月5月に大攻勢をかけてなんとか少しでもロシア軍は前進を果たそうとするだろうと見られているからです。
戦争研究所はこの5月攻勢については要注意だという分析をすでに行って、特に東部戦線における動きには注意が必要であると警告を発しています。ちなみに5月のまだ物が届いていない時期を乗り越えさえすれば、6月からは先ほども述べたようにアメリカの支援に加えてヨーロッパ各国から手配が進んだ砲弾も供給され始めますし、また訓練がずっと継続的に行われてきた戦闘機 F16 についての引き渡しも6月からスタートするだろうと言われています。F16 の初期の作戦行動としては、おそらくはロシア軍の戦闘機を牽制するような動きになるはずです。ロシア軍もウクライナ軍も双方ともに対空ミサイルが上空を見張っていて、戦闘機はなかなか自由に動けるわけではありません。しかし、そのような状況下でも前線に対する支援として、ロシア軍は滑空爆弾をより多用するようになって前線に対する圧力を加えています。しかし、そのような戦闘機が近づいてくることをウクライナ側も同じようにして戦闘機を出して空対空ミサイルでこれを迎撃することができれば、ロシア軍の滑空爆弾攻撃を少しでも減少させ前線を安定させることに寄与するのです。そしてウクライナ側に供与される F16 戦闘機の数が上がってくれば、逆に今度はウクライナ軍の方も滑空爆弾を使ってロシア軍陣地に対する攻撃を行えるようになるわけで、ようやくウクライナ軍の守ってばかりといった状況も少しは改善に向かうというものです。この話はまだまだ1ヶ月2ヶ月先の話までも含むものですから、今すぐにそうなるわけではありませんが、少なくともタイムスケジュール上には様々なウクライナ支援の予定が詰まっており、それに伴って今まさに最悪といった状況が徐々に改善されるのを私たちは見ることができるでしょう。ただし、それはあくまでも状況の改善であって、去年のような領土奪還のための大規模な反転攻勢といったものを行うには、まだまだ状況の改善が足りないのもまた事実です。であるならば、今年ウクライナ軍が徹底しなければならないのは、攻めかかってくるロシア軍をひたすら迎撃しつつ、多大の犠牲を強いることによって、ロシア軍の攻めかかってくる力そのものを削ぎ落とすことが重要となるでしょう。2022年から始まったロシア軍の侵略なわけですが、この侵略にあたっては、ソ連時代の旧兵器なども含めて、様々なものをロシアは購入してきました。しかし、この間の戦闘において、凄まじい数の戦車装甲車、戦闘車両群が戦場に破壊されており、ソ連時代の在庫などについてもいよいよもって底が見え始めている状況なのです。というわけで今回はアメリカによる軍事支援、ようやく再開されました。そして再開のその最初の第一弾として、これまで供与されてこなかった長射程のミサイルであるエイタクンスミサイルの供与が支援リストに入ってきました。供与された兵器をどのように活用してウクライナ軍がロシア軍の戦力を削ぎ落とす、兵站を断ち切るかなどについて注目していきましょう。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終えた方はぜひとも評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。